イスラム世界での歴代スンナ派王朝と成立過程。イントロダクション。イスラム世界の歴史において、スンナ派の王朝は重要な役割を果たしてきました。今回は、イスラム世界での歴代スンナ派王朝の成立過程と、その影響について詳しく見ていきましょう。特に、各王朝がどのようにしてイスラム世界の発展に貢献したのか、その歴史的意義を探っていきます。初期イスラム時代の統治。イスラム世界の最初の王様たちって誰なのだ？最初は正統カリフ時代の時期があったの。預言者ムハンマドの死後、アブ、バクル、ウマル、ウスマーン、アリーという4人のカリフが統治したの。この時期はイスラム共同体の基礎が築かれた大事な時代なのよ。それぞれのカリフはどんなことをしたのだ？アブ、バクルは部族の統一に力を入れて、ウマルは大規模な領土拡大を行ったの。ウスマーンはクルアーンの編纂を進めて、アリーは内部分裂の解決に尽力したの。でも最終的にアリーの時代に大きな分裂が起こってしまったのよ。でもその後はどうなったのだ？その後ウマイヤ・アサが成立したの。これがイスラム世界最初の本格的な王朝よ。ダマスカスを首都としてスペインから中央アジアまでイスラム帝国は急速に拡大していったの。特にアラビア語を公用語として効率的な行政システムを確立したことが大きな特徴ね。アッバース朝の時代。マイヤ・アサの後は何があったのだ750年にアッバース・アサが成立したの。バグダードを新しい首都としてイスラム文明は黄金期を迎えたの。この時代は特に重要で、スンナ派の四大法学派が確立されて、法学や神学が体系化されたの。それからバイト、アル、ヒクマという学術機関も設立されて、ギリシャ哲学やペルシャの学問を積極的に取り入れていったのよ。すごいのだ。どんなことが発展したのだ？数学では大数学が発展して、医学では世界初の総合病院が設立されたの。それから天文学、科学、建築のいろいろな分野で革新的な発展があったの。特にマドラサと呼ばれるイスラム教育機関が各地に設立されて、スンナ派の教えとともにこれらの学問も広く伝えられていったのよ。地域への広がり。他の地域にも広がっていったのだ。そうよ。スンナ派の王朝は柔軟な解釈方法を持っていたから、いろいろな地域の文化や慣習を受け入れながら広がっていったの。例えばセルジューク・アサはペルシャ文化を取り入れて、オスマン帝国はビザンツ帝国の行政システムを採用したのよ。なるほど。だからたくさんの人が受け入れたのだな。その通りよ。特にサウジアラビアやエジプト、トルコでスンナ派の価値観や法解釈が社会制度や日常生活に大きな影響を与えることになったの。例えばイスラム法に基づく法制度やワクフと呼ばれる寄進制度もスンナ派の影響で確立されていったのよ。まとめ。イスラム世界での歴代スンナ派王朝は、正統カリフ時代から始まり、ウマイヤ朝、アッバース朝と続く中で、その影響力を拡大していきました。各時代において、政治制度の確立、学問の発展、文化の融合など、様々な面で重要な貢献をしてきました。特に、柔軟な教義解釈と体系的な教育制度の確立により、広大な地域でスンナ派の教えが受け入れられていきました。現代でも、多くのイスラム教国でスンナ派の価値観が、社会の重要な基盤となっており、その歴史的影響力は今なお続いています。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、宗教にまつわる情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。世界の宗教に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。